ました。はい、ここまで床まで一旦つけてください。OK。いいですか。OK です。はい。ここで OK。ここ大丈夫です。はい、はい、ありがとうございます。大和家のどうもこんにちは、大和家です。です。ついに来ましたよ、冷蔵庫が。昨日からね、昨日の夜からちょっとワクワクしてましたね。あんま寝れなかったですね。嘘つけ。で、これ家庭用の冷蔵庫です。うん、はい。コンプレッサー式ですね。車で使うっていうと、コンプレッサー式だと、壊れやすいんちゃうかっていう意見もあると思うんですけど、それはちょっと使ってみないとわからんかなってことで、バスコンとか結構コンプレッサー式使ってるんでね、運用してみて、ちょっとまたね、その辺もね、ご報告していけたらいいかなと思います。はい。はい。壊れた時は、壊れた時で、またね、ご報告できたらいいかなと思いますので、ぜひね、参考にしてもらえればと思います。はい。今回買ったこの冷蔵庫、結構大きいんですけど、このサイズ、ここにねこうやって入れるんですよ、うん、ここに、うん、でここに入るサイズを探すのがめちゃめちゃ苦労しまして。だね。このサイズがもうぴったし162リッター入ります。これすごい。スリムタイプっていうやつでいろんなメーカー調べたんですけど、僕が調べた中ではこのアイリス大山さんのこのブラックレーベルっていうグレード、商品名のやつなんですけど、これが一番ね、奥行きがスリムで、なおかつ横もスリムで、縦にちょっと長くなるんですよ。同じ160リッターぐらいと比べると、奥行き狭くて横幅も狭くて縦に長いっていう、キャンピングカーの中で使う分には結構奥行きもセーブされて横幅もセーブされて、高ささえあったら結構これおすすめちゃうんかなというふうに思います。アイリス大山の冷蔵庫です。色はマットブラックにこう差し色でブラウンが入ってる感じ。これ今フィルム貼ってあるから、これフィルム剥がすとこっからフィルムなんで、この上のが本当の色やね。うん。せーの、オープン。おお、冷蔵庫です。あ、冷蔵庫です。冷蔵庫です。別に驚くことも何もないんだけどね。わおお、何これ、すごいじゃん。あ、全部ついてるのありがたいよね。これかけられとる。あ、すごいすごい。これテープで止まってるけど、123つケースがあって小分けできるようになっとるね。うん、ありがたい。でこれ俺知らんかった。え、そうなん？結構サイズだけで買ったからさ。これね、重量の方が40キロちょいやったかな。うん、で運送会社の人に2人でここ入れてもらったんですけど、入ってない状態だとこんな感じで動くのは動きますよね。うん、これ持ち上げれるかどうかはわからないんですけど、2人やったらいけるんちゃうかなというふうに思います。2人って？嫁さんと奥さんと旦那さんやったらいけそうな気もします。後ろに回ると、はい、こんな感じでね、この後ろ背面に耐震のね、フックかなんかかけれるようになってます。こっちとこっちで耐震マット、これダイソーで買ってきたんですけど、これあるとないので全然違うし、あとはもうクッションのね役目にもなるから、走行中のこのガタつきからのこの故障も軽減できるかなっていうふうに思います。せーの、よっ。どう？微妙、引っかかっとる感じです。いくよ。俺が行くわ。オッケー、ちゃって。俺が行く。
いいですよ。俺が行くわってなった。おもう簡単に入ってしもうたやん。なんだ。簡単に入ってしもうたやんかこれ。なんかあっけなく入ってしまったんやけど。もう一回やる。取れた。あ、ローラーやね。やっぱローラーだからスッと入ったんや。後ろだけローラー。でも一人で入れた方が楽。最後持ち上げて。無事入りましたやん。すごい。高さ変えるわ。どんくらいかな。あ、取れた。あれ取れちった。8センチぐらいかな。十分じゃない。8センチあったら。じゃあこいつ使ってこはい。う。よいしょ。はい。ああ、後ろ滑ってくなこれ。はい。オッケー。はい、ということでね、ダイソーのこの耐震マット、これ使って聞いてたんですけど、どうもね、これ、普通の家庭で使う分には多分いいと思うんですけど、どうしても冷蔵庫で、結構ジェルやん、ジェルのマットなんですよ。ジェルっていうんかなんかようわからんけど、ちょっとねちょってしたね。ジェルマットみたいな感じなんですけど、どうしてもここにね、一点にこうなると、こう、ずれるんですよね。こう、グニグニと。だから走行中結構、もしかしたら、こう、ずれてく可能性があるかなと。上で固定するのはするんやけど、ちょっとなんか頼りないなっていう感じがあるんで、これ買ってきました。はい。緩衝材ってやつ。もうしっかり、結構固め。で、なおかつ弾力があって、こう衝撃を吸収してくれるっていうようなやつですね。緩衝材。厚さ3センチのやつ買ってきました。4つで1100円ぐらい。ああ、まあね、長く使えると思えば。でもさっきの4つで100円やったからな。10倍ですよ。ああ、10倍や。10倍の期待やな。確かに。どう？もっと。もっと？あ、いいよ。はい。よいしょ。とりあえずこれで OK や。ということで、ここ鉄板ビスでここ思いっきり貫通させて、ここの鉄板まで一緒に挟み込んでるんで、多分これで大丈夫だと思います。結構ごつめのやつでやってあります。動かしても全然ビクとも知らんから大丈夫やね。ガッチガチ。ガチガチ。じゃあ現場の方にカメラをお返しします。じゃあ現場からは以上です。今回は i4A さんの T-Rex で、ちょっとね電源確保してみたいと思います。今後、ちょっとこれでやるかわからないんですけど、一旦ね、どれぐらいの消費電力かっていうのをちょっと見てみたいし。はい。いくよ。そう、一応ねスペック上では 80W ぐらいかなっていうような感じなんですけど、こんだけ大きくても。さあやってみましょう。電源入れてみようか。はい。じゃあスイッチオン。来た、カメラ回してなかった。140、今ガーッと動かしてるから、でもさ、コンプレッサー動かしとって140やったら消費電力少ないよな。やっぱり落ち着くと 80W ぐらいいくんかもしれん。とりあえず様子見てみましょうか。とりあえず一旦コンプレッサー動き出したんで、いやこれはね、ポタデンさんが動き出してるんで、ということでね、今 140W 前後なんですけど、今
バッテリーがフルの状態で残り14時間ぐらい冷蔵庫が使える状態です。でもうちょっとねコンプレッサーが落ち着いたらもう少しねこの、使用時間っていうのは増えてくるはずなんで、ちょっとその辺もねちょっと確認してみたいと思います。1234567 4ぐらい7まであるから4ぐらいにしとく省エネ、まあ中間ぐらいで。はい、じゃあ温度計を入れときましょう。とりあえずセンサーもこのバスの車内もだいたい35度ということで、冷蔵庫の庫内がこのさアウトってやつが冷蔵庫の庫内になりますね。温度下がってきたんですけど、これを冷蔵庫に入れてワイヤレスの方を冷凍庫にね入れてみたいと思います。こっちの方に入れときますと、あ、下は結構冷えてきてる。すごい。でこれを中に入れときます。ここ置いとこうか。はい、よいしょ、ここ置いときます。もうそろそろ良いかなということで、はい、開けちゃいますか。開けるよ。ちょっと待って開けちゃいます。ちょっと待ってね。途中でね開けた時はね結構冷えてた。開けたんかい。はい、じゃあ開けるよ。せーの。どうだい？あ、涼しい。ちょっと開けよう。めっちゃ冷えてるやん。うわー、めっちゃ冷えとるわ。あー、冷えとるわ。凍っちゃうんじゃないこれ。もう凍っとるでしょ。救出。冷た。十分だね。いや、十分でしょ。十分だね。この中にさいっぱい入れてったりとかするともうちょっとダイヤルをまあ5とか6とかやらんといかんかもしれんけど、まあとりあえず十分やね。はい。ということで消費電力はどんな感じです？131ワット。あんま変わらんね。変わらんね。まだ全然もうちょい安定しやへんのかな。落ち着いてないのかな、冷蔵庫。どうなんでしょうこのあたり。最初はこっちの i4A さんの T-Rex でやってたんですけど、ブルーティーさんの AC200 に切り替えてみました。そうするとですね、スペック通り 80W ですね、コンプレッサー回ってても。で、こっちの i4A さんで回すと絶対 130W 前後いくんですよね。っていうのは多分ね、こちら i4A さんの方は、AC の出力回すと必ずと言っていいほどファンがね、同時に回ってくるんで、まあ、その影響もあって多分、出力がだいぶ上がってるんじゃないかなというふうに思います。なので、まあ、冷蔵庫をもしこのポータブル電源で運用しようと思うと、この AC200 の方が、まあ、理想的かなというふうに思います。じゃあ剥がしちゃいましょうか。はい。アイリスオーヤマン。あー、ピッカピカのアイリスオーヤマン。何その歌。あ、今作ったん僕。絶対作ったよね。その歌聞いたことないもん。ピッカピカのアイリスオーヤマン。すいませんアイリスさん。ちょっと勝手になんか音楽作っちゃいました。このね艶消しがいいんだよね。こっちね。そうそう、こっちの艶消しがいいんですよ。剥がしてご使用ください。だから。そうやね、剥がしましょう。結構固め。意外と頑丈についてるかも。どう？あとついてない？今まだ大丈夫か。まだ今やったら間に合う？間に合う。粘性高い。剥がしにくいよね。剥がしにくい。まあ、密閉されとることは確かだけど。すげえ、めっちゃかっこいいよだれ出た。やめて。はい、ということで冷蔵庫の設置が完了しました。はい、無事終わりました。終わりました。ということで固定の方もここの鉄板に、がっちり固定できたんで、とりあえずこれで様子見て、あとはもう実際走行してみてとか、そんな感じになってくると思います。はい。あとは走行中にこの扉が開くのか開かないのかっていうのもあるんですけど、どうなんすかね。バンで同じようなこういう扉の冷蔵庫を使ってるんですけど、一度も開いたことないんで、その辺はちょっとこれもまたあれだね、走行してみてかな。走行してみてなんですけど、あれやったらこの横に飛び出し防止のフックとかつけといてもいいやろしね。
でこの、冷蔵庫の音なんですけど 12V の車載冷蔵庫と大して音は変わらないかなっていうような印象あります、気になる人は多分気になるかもしれんけど、生活音ではい、生活音ってことでね。ということで、こんな感じで。で、今現在ね、バスやってるんですけど、同じようにトラックの方もね、今キャンピングカー作ってますので、ぜひね、よかったら気になる方はですね、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。はい、ということで今回の動画は以上になります。はいそしたらまた、バイバイ。バイ。どうぞして、こちら。はい、ありがとう。なんか、別部屋の人になんか差し入れ持ってきたみたい。乾杯。よう冷えとる。消えてる。おいしい。よかったね。やってる。ちゃんと。ね。バイバイは。